大家好。皆さん、漢字には音読みと訓読みという2種類の読み方があるのはご存知ですよね。漢字辞書なんて引いてみると、その区別が書いてあります。でも、この音読みと訓読みって一体何なんでしょうか？どうして一つの漢字に2種類の読み方があるんでしょうか？今日はちょっとこれについて非常に簡単に解説したいと思います。ずーっと昔、織田信長や源義経なんかよりもずーっと昔の日本。日本にまだ文字がなかった時代。その時の日本人は音声だけで互いに意思疎通をしていました。これ食ってみようかな。まあ、大丈夫そう？ワンチャンいけるっしょ。平和な日々が続くある日、日本人にとって衝撃の事件が訪れます。中国人の来訪です。マジやばいんだけど、なんか海の向こうから人来た。はにゃ？海の向こうから？やば。しかもなんか、漢字ってのを持ってきた。漢字？なんかね、喋らなくても考え方を伝えたりできるらしいんだよ。ほら、これさっき教えてもらった漢字。何これ？変な形だな。これ、犬のことを表してんだって。犬？これ犬なの？そう、犬だって。はあ、よくわかんねえけど、面白そうじゃん。ちょっと、他にも見せてもらおうぜ。いたいた、あいつら。こんにちは。さっきは、どうも。さっき教えてもらったこれなんですけど。ケン。犬のことですか？ケン。ケンって言うんですか？そう、なんかこいつが他にも教えてもらいたいって言ってて。はい、ちょっといいですか？すいません、こんな格好でいいですか？これとか、その漢字ってやつでどうやって書くんですか？へー、草ってこうやって書くんだ。草？そう。そう。へー、草じゃないんだ。まあ、でも草のことを表してんだよな。じゃあ、あれはほら、今飛んでたやつ。なんか難しいな。でもこれが鳥か。鳥？蝶。蝶っていうの？鳥を？蝶。なるほどね。じゃあ今度は、例えばこれとか、その漢字。こうやって日本人は中国人からいろんな漢字を教わります。ご存知の通り、漢字というのは中国で生まれた文化です。日本人はその漢字という文化を取り入れる際に、日本にすでにあったいろいろな言葉を漢字でどうやって書くのかということを教えてもらって、それを漢字の読みに当てはめていきます。これが訓読みです。犬とか草とか鳥が訓読みですね。一方で、その漢字が中国ではどのように発音されるのかというのも一緒に聞いて、漢字の読み方に当てはめていきます。これが音読みです。つまり、音読みっていうのは当時の中国語の発音なんです。剣とか宋とか蝶が音読みですね。日本にすでにあった言葉を一通り漢字に当てはめた日本人ですが、こんなことも起きてしまいます。すっげえあんたたち、こんなにたくさん漢字っての作ってさ、天才じゃん。
ちなみに、あんたの後ろにある、それ何？そう、それ。日本じゃ見たことないな。ああ、えっていうのそれ。へえ、こんな感じで書くのか。わかった。じゃあ、これはこの漢字で表して、って読むのね。当時の中国は日本よりもはるかに進んだ文化を持っていました。そのため、当時の日本には存在しなかった文物を表す漢字も存在したわけですね。日本人は初めて目の当たりにしたその文物を取り入れる際に、そのものの名前と漢字とを一緒に取り入れます。つまり、絵というものを絵という漢字と一緒に取り入れるわけですね。この時、絵は中国から取り入れた読み方なので音読みになります。そして日本にはもともとそれを表す言葉はないわけですから、この漢字に訓読みはありません。そうです。皆さん、絵という漢字は音読みだったんですよ。ご存知でしたか？これ、訓読みないんですね。当時の日本には絵を表す言葉がなかったんでしょうかね。また、こんなこともわかります。それは、訓読みがない漢字は多く存在するが、音読みがない漢字というのは基本的には存在しないということです。見てきた通り、音読みというのは中国語での発音です。そして漢字というのは中国で作られたものです。中国で作られたはずなのに中国語の発音がないというのはおかしな話ですよね。もちろん例外もありますが、今回は詳しくは触れないことにしましょう。と、このように日本は漢字を取り入れる際に単に文字の情報を手に入れただけでなく、絵のようにこれまで日本に存在しなかった様々な概念も同時に取り入れることになります。言葉を取り入れるというのは新しい考え方も同時に学ぶということです。日本人が漢字を使い出したということは、以降の考え方も漢字に大きく刺激されていくんです。日本文化が中国文化に大きな影響を受けている理由の一つがここにあります。育ての親みたいなもんですね。ということで、簡単にですが、音読みと訓読みがどうやってできたのかというお話でした。ちなみに実は、訓読みの訓という読み方は、なんと音読みです。複雑ですね。再见。